これはやっぱすげえ良かったっていうなんかこう希望あふれるエピソードってまあ割とそこもプライベートの話でいくと俺結婚したのが遅かったね。俺40で結婚したから、そうやんな、逆に言うとほらものすごい独身の間が長いじゃん、まあ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 で大体俺も30まで好きなことやると、まあ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 ゲームやクリエイターは割と多いよそういうの。ゲームやってゲーム作ってゲームしかやらない、もう職場に入り浸りでゲームしかやりませんみたいな生活して、そんな俺もなんか32歳ぐらいに結婚するのかもしれないみたいな、なんか漠然と思ってたんだけど、まあ32が来た時はまあ普通に人の頭打ってるよねオンライン上で、はい、これはないなと、でもきっとこの今やってるゲームも、きっと飽きると、だから36ぐらいになると結婚するんだろうなと、36になると、まあ、むしろ人の頭打つ能力がものすごい上がってるよ、上がってるね、このままでいいのかなと思うようになっちゃって、仕事自体順調だけど逆に言うと忙しいわけじゃん、海外出張行くことこんなに海外出張行ってて、でもゲームもしたいけど、そしたら出会いなんか絶対ないわけじゃん、俺はもう職場はもう職場としか見てなかったから、まあ、いわゆる社内恋愛みたいなののは全く頭になかったし、原田さんは女性に興味ない説まで社内で実は上がってたらしいんですよ。ある意味、俺はこのまま独身で一人でいるんだと思ってた瞬間がやっぱり結構その36ぐらいから結構あって、その今のやっぱ嫁さんが一回り違うんだけど、向こうが出会った時にすごい仲良くなって、それはすごかったね俺にとっては。絶対一人だと思ってたのに、たまたまその時もだからどうやって出会うかっていうと、外に出た時にその行った先にいた人と仲良くなって結婚するに至るわけだけど、いやまあね、それはねものすごい俺にとって希望。まあそりゃそうやろうな。なんか綺麗な話になってるけどさ、まあ、正直ね俺バンダイグループとずっと仕事をしててさ、で今から12、13年前2006年にバンダイとナムコが一つになってさ、その時からやん俺ら出会ったのって、だってそれまでナムコって、まあ、ある種こう鎖国でさ全然外界との接触をさせてくれなくて、全部自分のとこで回ってんだ。そう確か言い過ぎかなんかで、まあ、当時はまだバンダイとナムコって別々のバスやったんやけど、いやなんでやってバンダイのゲームスになったんやから一緒でええやろって。でも多分拠点も違ったからね、そうそう拠点も違うし、なんならそれぞれがインタビュー受けるメディアもやっぱ違うっていう、それもあってけど、その後の回ぐらいから同じバスになったね。そこで初めて一緒になって、その日の夜にそのバンダイ系のそのゲストの人たちとナムコ系のクリエイターの人たちとその宣伝とみんなでご飯食べましょうみたいな会があって、そうだそうよく覚えてるね。初めてけどその時は自分でさっき言ってたけども、こいつはあれやな、ずっと一緒一人なんやろうなって俺も思ってた。横でもうタイプ的に絶対そうやと思った。よく言われてた。だからそれから何年後やん、東京ゲームショウのさ、いつも俺らが業界飲みやってる居酒屋でさ、急にめちゃめちゃ綺麗ななんかモデルの女の子みたいなの連れてきて、彼女って言い出してうえーってもう忘れもせんけどさ、でそれが後の嫁さんやん。そう、びっくりしたよ。俺もびっくりする。だっていやお前のことやもう完全にもう業界の連中でみんなでさ、美女と野獣美女と野獣言うててさ、だって俺一回り違うから渋谷で警察に普通に声かけられて、やろうね、これはどういうご関係でみたいな妻ですいやほんとね、なんなら写真をもうこう出したいぐらいやわ。やめてもうこれね見てる人に本当伝えたいけど、めちゃめちゃ綺麗な嫁さんなんですよ。でもね本当、あれは助かったね。俺それぐらいの年になってさ、もう一人でいると思ってるから、付き合ってくださいとか結婚してくださいとかもう自分からも言えないわけだよ。ああそうなの。オタクでモテない人たちみんなわかるでしょ。もう俺もそうだったから絶対言わないじゃんそんな自分で。それ向こうからやっぱ言ってくれたから。向こうからやったのあれ。向こうから言ってくれた。もうね知ってるからあれやけどさ、全然信じられないからな。初めて2ヶ月ぐらいで結婚してって言われたから、向こうからと思って、俺結婚できんだと思ってこれ逆じゃん普通で。いや俺結婚できんだと思って「あいいよ」って言ったら「私は結婚します」って誓約書を書いてサインしてた。はあ。
並んで歩いてる後ろ姿を俺らが見てても、嫁さんの方がスラーッとしててさ、言うとモデルじゃん、勝弘低くて太くて、もう完全に美女と野獣になってて、俺股下の足の長さを比べたことあるんだけど、自分で残酷なことすんな。15センチ差がやろうな。いや、そんでさ、嫁さんにね、いやそもそもさと、何がよくって付き合うことになったんみたいな、何が気に入ったんこれのみたいな話をしたら、顔とかって言われて、嘘つけって、絶対それだけはないわって、失礼な話やけど、もう言うてもだからね。俺もそれはギャグで言うてると思ってて、そしたら理屈があるみたいで、うちの嫁はイケメンが苦手になっちゃったわけ。ああ、なるほど。過去そういうのがあってってことか。ある意味だから、浮気とか絶対しそうだな。なるほど。安心感か。こいつ浮気できねえなって。俺ね、だからすげえショックなの1個見たんだけど、嫁が友達に送ってた LINE を友達から見せてもらったの。ちょうどいいぐらいの顔の人見つけたって。ちょうどいいな。やっぱりだからそこは結構基準だったらしい。だから世の中にはそういう女性いるんだと思って。なるほど。イケメンを避けてたらしい。なるほど、イケメンは地雷だっつって。いや、それは確かに希望あふれる話やな。いい話やぞそれ。あとやっぱりサラリーマンとできました。浮気する人、お金持っててさ、なるほど、自分で何でも実業家みたいな人間だとってことね。なるほど。だからさ、やっぱりこう自分でいろんなサラリーマンの方がもういわゆる堅実というか、堅実ということに最初ファイナルアンサーそっち行ったんですよ。なるほどなるほど。確かにちょうどいいわ、それやったら。それでこいつ浮気しねっていう匂いを感じて、そらせんよね。だって夜中バーチャルワールドでそうやな、今日はパーティーだぜじゃらそっちやもんな。毎晩銀行とか襲ってるわけだから浮気なんかしようがない。まあ忙しいもんだって。芸能の中ではもう泣かせた女の数はええわもう